皆さんこんにちは。今回はグラビティのショートカットを紹介していきます。難しいものが多いので初心者の方はまず普通のルートを覚えましょう。それでは紹介に入っていくよ。アブストラクトではポータルスキップが使えます。一つ目のマップを1番でクリアすると次のマップからも有利に進めることができます。まっすぐ落ちてきて、ここまで来たらダッシュの入力を入れます。ビーンスタルクはブリップが使える代表的な MAP です。ブリップは水なし着地とも呼ばれます。ブリップを簡単に説明すると、落下判定のヒットボックスとプレイヤーの実際の座標がずれることで、プレイヤーが上に上げられるバグです。ブロックの角を狙って落ちるのがポイントです。コンクリートではハイジャンプが使えます。コンクリートが一番最初のマップの時は、このように高いところからタイミングよく飛び降りると、落下の加速によって通常より早く落ちることができます。また、落下した後着地する時にはブリップが使えます。データではブリップとポータルスキップが両方使えます。データのブリップはとても簡単にできるので、挑戦しやすいと思います。コツは、ブロックの角を狙って着地することです。データのポータルダイブは、めっちゃ難しいです。個人的には、全 MAP の中で一番難しいと思っています。コツを説明するのは難しいですが、歩き入力を入れた状態でポータルに入る少し前にダッシュ入力に切り替えると、成功しやすいと思います。ジャングルではハイジャンプが使えます。このマップが一番最初の時は、木の上から飛び降りると落下速度が通常よりも速くなります。これだけでタイムが全然違うので、登る木を覚えておけば簡単に活用することができます。ステアーズではポータルスキップを使うことができます。感覚が難しいですが、壁から少しだけ間を空けて落ちていき、壁に開いた下から5つ目の穴を通り過ぎたらダッシュ入力をすると良いです。難しいですが頑張ってください。トクシックではブリップが使えます。このマップでは水がないところでブリップをしますが、基本の感覚は他のマップと変わりません。ただし、ブリップした後立ち止まると死亡してしまいます。クロックワークでは、ポータルスキップが使えます。クロックワークのポータルスキップは比較的簡単なので慣れれば安定して成功させられるようになります。この後紹介するトライアングルズができるようになったら練習してみると良いと思います。ディープスケープではハイジャンプが使えます。また、一度もトランポリンを使わないショートカットもあります。このショートカットはそこまで難しくないので、練習してみると良いと思います。このマップの高い場所は誰でも簡単に行くことができるので、このマップが最初の MAP になったら使うと良いと思います。リリーパッツにはショートカットとポータルスキップがあります。1マスの隙間を通る必要があるので最初のうちは難しいですが、慣れてくると安定してできるようになるので頑張ってください。リリーパッツのポータルスキップをするには、ブリップをする必要があります。大きい葉っぱの上でブリップをして、そこからポータルに向かっていきます。ブリップとポータルスキップを両方成功させる必要がありますが、慣れてくると意外に安定して成功させられるようになるので頑張って練習してください。このマップではブリップとポータルスキップが使えます。しかし、どちらもほぼ同じルートで行けるため今回はブリップのみ紹介します。ブリップもポータルスキップも簡単にできるので練習してみてください。ロードトリップではポータルスキップとショートカットがありますが、今回はポータルスキップのみ紹介します。ロードトリップはポータルの高さが低いので少し難しいですが、練習してコツをつかめば安定して成功させられるようになります。何度も練習してみてください。シアークーとボードではブリップが使えます。シアークーとボードのブリップはそこまで難しくありませんが、着地の時もずっとダッシュ入力を入れている必要があります。慣れれば安定してできるので練習してみる価値はあると思います。ジオメトリックではブリップとポータルスキップが使えますが、どちらもほぼ同じルートなので今回はポータルスキップのみ紹介します。ポータルにたどり着くまでに1マスの隙間を通る必要がありますが、ポータルスキップは簡単なので練習してみてください。トライアングルズは最も簡単にポータルスキップができるマップです。このマップは誰でも練習すれば安定してポータルスキップができるようになります。自分式のやり方ですが、しばらく落下していって、オレンジ色のこの角の真横を通過します。黄色い層が完全に見えなくなったら、一瞬待ってからダッシュ入力を入れます。A と D で少しだけ調整すると成功しやすいです。いかがだったでしょうか？これらのテクニックを使いこなせば誰でもグラビティで無双することができます。基本のルートを覚えた人は、ぜひこれらのテクニックを練習してみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。